今日はインド版スクランブルエッグとでも言いましょうか、ランチやおつまみとして簡単に作れるエッグブルジの作り方をご紹介します。スパイスの効いたエッグブルジは、おつまみの場合はそのまま食べたり、食事として食べるときはパラタや焼いた食パンなどのパンと合わせていただきます。使用する主な材料はこちら。分量は2人から3人分です。使うスパイスは炒めながらご紹介しますね。卵は溶いて、他の材料はすべてみじん切りにします。フライパンを温め、油大さじ1とバター 15g を溶かしたら、玉ねぎを加えます。玉ねぎの炒め加減はカレー作りより慎重にならなくて OK で、玉ねぎもこの後加える材料も、すべてその都度中火で1分ずつ炒めて加えていったら OK です。玉ねぎを約1分炒めたら、次はニンニク、生姜、青唐辛子を加えてさらに1分炒めます。続いて、トマトを加えて再度約1分炒めるとトマトが崩れてくるので、そうしたらパウダースパイスを加えます。加えるパウダースパイスは、ターメリックパウダー小さじ4分の1、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ4分の3、ガラムマサラ小さじ4分の3です。ホールスパイスは使わないんです。そして、塩加減はお好みになりますが、だいたい小さじ4分の3から1加えています。よくかき混ぜながら1分炒めたら、溶き卵を加えます。そして卵が火で固まる前によくかき混ぜます。この卵のかき混ぜ加減が今までの私の感覚ではないほど細かくいるので、最初の頃正直びっくりしました。むしろ細かくて均一な大きさに仕上がる方が良いエッグブルジのようにさえ感じます。そしておそらくインドと日本では保存環境や食文化の違い、または衛生面からか卵の半生状態を嫌う傾向があります。中には半熟がお好きなインドの方もいらっしゃると思いますが、今まで一度もトロトロのスクランブルエッグは見たことがありません。なので、パサパサになりすぎない程度にしっかり火を通します。そんなところもインドらしいなぁと思ったりします。このくらいまで炒められたら、もう完成なんです。材料を切って炒めて、スパイスを加えて卵を入れてまた炒める。エッグブルジ、簡単ですよね。最後にコリアンダーリーフを刻んで加えます。エッグブルジはインドのストリートフードでもよく見かけます。これからお仕事に向かうであろう人々が朝から道端で立って食べていたりします。今日はプレーンパラタと一緒に食べましたが、パラタもとっても相性が良くて美味しいですよ。プレーンパラタの作り方はレシピナンバー80をご覧くださいね。インドに行ったことがある方はおそらく見たことがあると思うのですが、ふわふわして連結したパン、ご存知ですか？パオと呼ばれるブレッドで、1人分にちぎって、カット面をバターを溶かした鉄板に押さえつけてバターを染みさせるように焼いて、エッグブルジと共に提供されたりします。しっかり火は通しますが、しっとりさを残して火を止めるのもポイントです。ぜひ、卵の炒め具合も本場インドさながらに炒めて作るエッグブルジ、よかったらお試しくださいね。では、また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ